はい、哲也です。今日はね、トランプがクーデターを画策というテーマでお話してみたいと思います。今、トランプさんにまつわる大きな話が2つあるんですよね。一つがジョージア州やアリゾナ州での前大統領選に関する手作業による票の再集計と監査で大規模な不正が発覚しそうだという話で、今後これがどう扱われ、どのような結末を迎えるのかね、話題になってますよね。そしてもう一つ大きな話題があるんですよ。それはトランプさんが大統領任期の最終段階でなんと軍を使ってクーデターを仕掛けようとしていたというものなんですね。すごいでしょこの話。僕はこの情報をこの記事から得たので、今日はねこの記事内容をベースにお話ししてみたいと思います。このクーデターの話はマーク・ミリー米国統合参謀本部議長がワシントンポストの2人の記者、これはキャロル・レオンニヒ氏とフィリップ・ラッカー氏、この2人の記者がね書いた本があるんですね。その本のタイトルは I alone can fix it、 私一人で正せるというタイトルなんでしょうかね。これちょっとなんかよくはっきりわからないタイトルですけども、そういう意味のねタイトルなんですけれども、そういう本が出るんですけども、その中でねトランプ氏は大統領の最後の日にクーデターを通じて、自身の政権を維持しようとしていたと思うと語ったことがきっかけでね、火がつき今全米では結構騒がれてるわけですよね。つまりもう一回言いますと、ミリーというね統合参謀本部議長が、本の中で今言ったようにねトランプさんがクーデターを仕掛けようとしてたっていう話をしたということなんですね。このミリーさんというのは、統合参謀本部議長というくらいですから、軍人のトップですよね。制服組のトップということですよね。ですから非常に重視されているというか、重く受け止められているということなんですね。でもちろんトランプさんはミリー氏の発言はとんでもないことだと大反発しています。今回の騒ぎに関してトランプさんは7月16日金曜日にご自身の政治団体セーブアメリカパック政治活動委員会のホームページに次のような声明を出しました。これらの三流本の中の記載内容はフェイクニュースであり、もしミリー将軍が報道されたようなことを言ったとしたならば弾劾されるか軍法会議にかけられるべきだ。私はクーデターの話など全くしなかったし、実際クーデターも何も起こらなかった。つまりこの話はフェイクライターと何の手がかりも持っていない将軍によるざれ言に過ぎないのだとね。一方この本によればミリー将軍はトランプ政権の末期、トランプ氏によるクーデターの可能性を懸念していて、そのことについて幹部と具体的な議論さえしたとのことなんですね。報道によるとミリー将軍は部下に次のように語ったとされています。トランプ氏らはクーデターを試みるかもしれない。だがとても成功なんてしないだろう。軍なしではこの作戦は遂行できない。CIA と FBI なしでもできない。我々は武装集団だとね。つまりミリー氏はたとえトランプ氏がクーデターを企んだとしても武力を有する軍は協力しないつもりだったし、 CIA や FBI にも協力を要請するつもりはなかったということなんでしょうね。しかしこうした話だけではトランプさんから具体的なクーデターの相談があったという証拠にはならないでしょう。この点に関してトランプさんは7月15日木曜日に出した声明の中で、もし私がクーデターを起こすとしても最も組む気になれない人物はマーク・ミリー将軍だと述べていました非常に皮肉たっぷりの言い方ですね。そして翌16日の声明でもトランプさんは大統領任期中にミリー将軍に対しては完全に信頼を失っていたとした上で改めてこう書いています。私は彼を全く信頼できなくなっていた。私はミリー将軍と一度たりともクーデターや軍を動かすことについて話し合ったことなどないとね。当時を振り返れば確かにねトランプさんは大掛かりな詐欺選挙を正すために
軍を導入してでも選挙をやり直させるのではないかとの噂がね、まことしやかに流れていましたよ。僕は正直言って本当に当時ね、大掛かりな詐欺が横行していたのなら、これはまさに国家非常事態なのでね、トランプさんが大統領として何らかの強権を発動することはあり得ると思っていましたし、そのことが必ずしも不当だとも思いませんでしたよ。もちろんクーデターというのは全く適切ではありませんけれどもね、民主主義の根幹である選挙における大規模な不正を正し、正確な票集計を軍の監視のもとに行わせるという道もあったのではないかなと思ってるんですよ。しかしトランプさんは最後までそうした強権の発動はしませんでした。このことについてはね、当時トランプさんに勇気がなかったと批判する声も、日本のね、右派界隈から聞こえてきましたね。正直トランプさんには当時何とか民主主義を守るために何らかの強い措置を取りたいという熱い思いもあったのではないかと思うんですよ。しかし実際問題として戒厳令を敷き、軍を犯して強権を持って選挙をやり直させたり、票の数え直しや監査をさせたりすることは現実的ではないと判断したのではないかと思うんですね。つまりいかに大統領の命令とは言っても、軍がそれにいいダクダクと全面的に従うとは考えられなかったし、何よりもトランプさんご自身がそうした強権の発動を良しとしなかったのではないでしょうか。結局あとは当時のペンス副大統領の上院議長としての権限に全てを託し、それを後押しするための1月6日の大規模集会へとつながったのだと思うんですね。実際ペンス氏には問題があった選挙区の選挙人団の票を差し戻す権限がありましたからね。しかしね、ペンス氏は結局それをせず、裏切り者と呼ばれるようになりましたね。そしてアンティファなどによる巧みな扇動もあって、想定外の連邦議会議事堂への乱入暴動事件につながり、後日トランプさんご自身も責任を追及され、多くのライノス名ばかりの共和党員という裏切り者が出る中、結局2度目の弾劾裁判へと追い込まれてしまいました。なんというね、波乱万丈な人生なんでしょうかね、トランプさんってね。もちろん結果はご承知の通り、無事弾劾無罪を勝ち取ることができましたけれども、トランプさんにはね、内心ある種の忸怩たる思いや割り切れない思いが残ったのではないでしょうか。いずれにしてもトランプさんが軍の監視の下での再集計程度のことは頭の体操としてシミュレーションしていた可能性も十分ありますけどね。クーデターを起こす気などさらさらなかったでしょうし、信頼に足らないミリー将軍にそのことを具体的に相談するようなドジなこともしなかったと思いますよ。そして今、共和党の事実上のリーダーとして来年の中間選挙、そして2024年の大統領選挙を真正面からいわゆる正攻法で勝ち抜いていくというね、王道を一歩一歩着実に進んでいますよね。トランプさんにはこれからもいろんな誹謗中傷や印象操作など、邪魔や横やりが入ると思いますけれどもね、全て跳ねのけてご自身の言う長い長いインクレディブルジャーニー、希望の旅の光り輝く目的地に確実に到達してほしいと心から願っております。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。